皆さんこんにちは。言葉遣いは優しく、内容は深くお話しすることを目指した新シリーズ、ほとみさんの環境のお話。初回のテーマは気候変動ってやばいのということですが、ここで言うやばいはもちろん、この曲やばくないといったいい意味ではなく、ひどい、悪いという意味のやばいです。最初に結論を言っておくとやばいです。それもかなりやばいです。どうやばいのか少しずつお話ししていきます。最近皆さんも感じていると思いますが、天気がどうも変ですよね。季節のリズムがずれていたり、暑さ寒さの落差が激しくなっていたり、雨もまるで熱帯のような降り方をすることが増えてきました。さてここでこの写真を見てください。元気にひまわりが咲いています。これはどちらも愛知県である季節に撮ったものですが、いつ頃か分かりますでしょうか。左の写真の右奥の方に赤い花が写ってますね。これは何かと言いますとサザンカです。サザンカといえば冬の花ですね。実はこの左の写真はある年の12月30日、大晦日の前日で、右の写真はまた別の年の1月21日です。つまりどちらも真冬なんですね。ひまわりは5度以下の気温が続くと枯れてしまうと言われますから、これらの年には冬になってもなかなか気温が下がらなかったわけです。このような真夏の花と真冬の花が一緒に咲くという、奇妙な異常な現象も見られるようになってきているわけですが、さてここでクイズです。産業革命が起きた1880年以降、地球の平均気温は何度上昇しているでしょうか。1番1度、2番2度、3番3度。さてどうでしょうか。答えは1番1度でした。このグラフは1951年から1980年の地球の平均気温を0として、そこからどの程度変化しているかを示しています。1880年頃のマイナス 0.2 度から最近はプラスの 0.8 度ぐらいですから、およそ1度上がっているということになります。盛んに環境問題について言われるようになりました1980年頃から見ますと、せいぜい 0.6 度程度です。これだけしか上がっていないのに、すでに身の回りで昔とは違ってきたなと感じる異常な現象が増えてきているわけです。平均気温の変化は体温が変化するようなものですから、 0. 何度の変化でもいろいろな影響が出てくるわけですね。ではそれを踏まえて、これからの気温がどうなっていくか予想したグラフを見てみましょう。世界中の数千人の専門の科学者が集まって地球温暖化・気候変動の予測をしている IPCC 国連気候変動に関する政府間パネルという機関の第一部会の予測です。このグラフを丁寧に説明するとものすごく時間がかかるので、ざっくり言いますと、何年頃には何度くらい気温が上がっているかをさまざまな条件を設定したシナリオごとに予測したものです。地球の気温は主に人間が出すいわゆる CO2、二酸化炭素などによって熱が逃げにくくなって温暖化しているわけですが、 RCP2.6、 この青の線というのは強制的な温暖化対策が国際的に強力に進んだ場合、逆に温暖化対策に失敗した最悪のシナリオが RCP8.5 赤い線です。今世紀末2100年頃には平均で 3.7 度、可能性の高い範囲の上限では 4.8 度も気温が上がると予測されています。これはかなりやばいですよね。さらには日本ではまず紹介されませんけど、実はさらに長期の予測もされていまして、それによりますと最悪のシナリオでは2250年頃には可能性の高い上限の数値というのは12度を超えます。そこまでいかなくても
23世紀末に平均で 7.8 度上昇というのは、地球の平均気温が23度ぐらいになるということですから、とてつもなくやばい事態です。地球温暖化は適切な対策をとっていかないと、最悪の場合ここまで至る可能性がある問題なんだと、一体どれだけの人が認識しているでしょうか。できれば青の範囲、悪くても水色の範囲に抑えていけるようにしないとまずいですよね。もう少し具体的にどんな状態になるのかイメージしやすいように、もし温暖化対策に失敗して今世紀末に 4.8 度気温が上がったらどうなるのか、東京の場合で見てみましょう。先ほどの予測は1986年から2005年の平均との比較ですので、その期間で暑かった2004年の東京の夏をサンプルにしてみました。この年は35度以上になった日が結構あって、暑い日は40度近くになったわけですが、これに 4.8 度足してみますと、期間の大半が35度を超えます。そして40度もしばしば超えて、時々猫の声がしますが気にしないでください。時には45度に迫るといった感じになります。今世紀末、暑い年にはこんな風になるかもしれないということです。あるいは暑い日、寒い日の差が激しくなっていくと予想されていますので、もっと極端に暑い日もあるかもしれません。このような温暖化が進んでいった場合、どのようなことが起きるのか。このような温暖化が進んでいった場合、どのようなことが起きるのか、さまざまな予想がされています。まずは、すでに実感されている方も多いと思いますが、こちらです。異常気象が激しさを増すということですね。ここ数年、日本ではさまざまな異常気象がありましたので、少しまとめてみました。2015年は鬼怒川が決壊するなどの被害が出た関東・東北豪雨がありましたし、2016年は台風が左にカーブして太平洋側から岩手県に上陸するという観測史上初の奇妙なコースをとって台風に不慣れな地域を不意打ちし、高齢者施設が川に飲み込まれるなどして被害が出ました。2017年は九州北部豪雨ですね。9時間で800ミリ近い雨が降った地域もあり、各地で川の氾濫、ため池の崩壊などが起き、被害が出ました。そして極めつきが2018年で、冬に東北や関東で、あるいは北陸などで大雪による被害が出たことに始まりまして、梅雨時には言わずと知れた西日本豪雨で、広い範囲で特別警報が出される豪雨が続き、期間中の総雨量が1800ミリを超える地域も出るなどして、洪水、土砂崩れなどが各地で起き、224名もの方が亡くなりました。そして夏は異常な暑さで、国内の最高気温も更新されましたし、熱中症などによるたくさんの犠牲も出ました。また9月になりますと、続けざまに強い台風が列島を襲いまして、都市部で風速40メートルを超える暴風が吹いたり、高潮で空港が水浸しになるなどの被害が出ました。でも思い出していただきたいのは、まだ平均気温は1度しか上がっていないということです。まだまだ異常気象の激しさは増していくと考えられるわけです。やばいですね。特にやばいのが台風です。もう20年くらい前から公園の中でいずれ風速100メートルクラスの台風がどんどん発生するようになるだろうと警告してきました。風速100メートルと言いますと竜巻並みですよね。やわな木造住宅は根こそぎなくなってしまいます。実は日本ではほとんど知られていませんが、10年以上前から発生していました。1996年4月10日、
オーストラリアを襲った台風、実際にはインド洋で発生したのでサイクロンのオリビアは最大瞬間風速113メートルを記録しました。これは竜巻が関係しない地上で記録された強風の世界記録です。こうした風速100メートルクラスの台風が人口密集地を襲ったら大変な災害になると警告し心配してきました。そしてそれが2013年現実になってしまいました。2013年の台風30号、アジアでの名称ハイエンが中心気圧895ヘクトパスカル、この気圧の数字が小さければ小さいほど台風は強いということになります。そして風はアメリカ海軍合同台風警報センターによると最大瞬間風速は105メートルという激烈な強さのまま11月8日フィリピンに上陸しました。暴風と6メートルから7メートルにも達したという高潮に襲われたフィリピンを中心に被害は確認されただけで死者6300人以上、行方不明者も1000人を超えていますから7000人以上が犠牲になったと考えられます。台風やハリケーン、サイクロンは数は減るものの一つ一つの勢力が強くなると予想されています。どの程度強くなると予想されているのでしょうか。名古屋大学などのシミュレーションによりますと、海水温が平均で2度程度上がると中心気圧が800ヘクトパスカル台の前半というとてつもない台風が発生するというんです。10分間の平均での最大風速で90メートル近い、瞬間だとこの倍近くになる可能性があります。例えば先ほどのハイエンも10分平均の最大風速は64メートルで瞬間は105メートルでしたから、10分平均で90メートルだと瞬間はどれだけになるのか、想像するだけで恐ろしいですね。2018年の台風21号はトタンの屋根を飛ばしたり車をひっくり返したりしましたが、大阪で最も気圧が低い時で950ヘクトパスカルぐらい、最大風速は27メートル、最大瞬間風速47メートルだったわけです。それより格段に強い800ヘクトパスカル台で上陸をしたら巨大な竜巻に長時間襲われるようなものですから、都市を襲えば本当に壊滅的な被害をもたらすことになります。しかも最近気になっているのが台風のコースです。これまでは沖縄、九州、四国、こういった方向から接近するコースが多くて、これらの地方は台風の対策が進んでいますからまだ被害を抑えやすいと思われます。それでも風速100メートルとなると話は別だと思いますが、もし2018年の台風12号のように東から西に向かってくるとなると、逆に関東や東海地方に上陸するリスクが高くなると言えます。猛烈な台風に慣れていない大都市を海から勢力をあまり落とさないで直撃するという可能性もあるということです。それと忘れてはいけないのが、すでに温暖化が進んできているということです。海水温が2度上がったらこうなるという予測でしたが、このデータの基準の年から見ると現時点ですでに 0.5 度くらい上がっていますから、あと 1.5 度上がればこんな台風が発生する世界になるということです。温暖化対策が相当進まないと今世紀末まで待たずに早い時期にこうなってしまうかもしれないわけです。西日本豪雨や台風21号の被害の影響は非常に長く続いています。そのうちにまた大雨のシーズンがやってきます。この先あまりにも被害が大きく続くようになると、都市が放棄されるといった事態も起きてくるかもしれません。地
球温暖化をきっかけとした気候変動についてはまだまだやばいことが心配されているんですが、それは次回以降にします。音見さんの環境のお話、それではまた。